はい、こんにちは。今回は今度7月にある改正道路交通法で、特定小型原付の電動キックボードなどが横断歩道ではどうすればいいのかという話をしたいと思います。7月から歩道を時速 6km 以下で、特定小型原付が特例で歩道を通行し始めますが、横断歩道ではどういうルールなんだと、皆さん気になるところだと思います。私はただの一般ドライバーですので、私がルールを決められるわけではないですので、すでに警察庁交通局長の通達として、特定小型原動機付き自転車の交通方法等に関する解釈及び留意事項について、通達という通達が警察庁のホームページに掲載されていますので、それをもとに話したいと思います。特定小型原付といっても、基本的には自転車と同じルールで通行すると考えておけば間違いはないですね。大きな違いは最高速度ランプで車道通行をしているか、歩道通行をしているか、意思表示ができるというところですね。詳細なルールは概要欄に URL を出しているこの通達を見ていただくとして、肝心の横断歩道での解釈です。その通達によると、改正後の道路交通法施行規則第1条の8の規定により、二輪以上の特定小型原動機付き自転車を押して歩いている者は、法の規定の適用について歩行者とされている。よって、法第38条第1項の規定により、車両等は特定小型原動機付き自転車を押して歩いている者が横断歩道により、その進路の前方を横断し、または横断しようとする場合には、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、特定小型原動機付き自転車を押して歩いている者の通行を妨げないようにしなければならない。以上、これがすべての解釈ということですね。あとは、自転車も押して歩いている者は歩行者ですから、横断歩道においての自転車と同じ運用で、あとはわかるよね。ということですね。念のために言っておきますが、押して歩いていないと横断歩道を渡らせるのでもなく、押して歩いていないと歩行者ではない、でもないですからね。車両の運転者はすぐこういうふうに考えがちですが、公式の解釈で自転車にもそんなルールはありませんからね。歩道も横断歩道も歩行者のための道路ですので、車両目線ではなく歩行者目線で考えないと理解できない話です。そこが自動車の専門家を名乗る人ほどおかしなことを言い出す原因ですね。道路交通法の最大の謎として、道路交通法上、歩行者の明確な定義はないというのがありますからね。運転者の定義は道路交通法に車両を運転する者とちゃんと定義づけられていますが、歩行者については明確な定義がないままに、歩行者はと条文が成立していますからね。いやいや、歩いている者が歩行者だろうと思うかもしれませんが、いろいろな事情で歩けない人もいるわけで、現代ほど厳しくはないですが、昔から歩けない者は歩行者じゃねえと公言するわけにはいきませんからね。道路交通法を隅から隅まで読めば、歩行者というのは、歩道や路側帯と車道の区別があるところでは、歩道等を通行している者が歩行者。それ以外の狭い道路では、歩くように進行している者が歩行者。で、間違いはないと思います。それで、特定小型原付の話に戻りますが、特定小型原付のうち、最高速度ランプで時速 6km 以下のモードにしているものは、特例普通自転車と同じように、歩道を通行してもよい特例特定小型原付ですので、
歩道を通行している歩行者が歩道を通行して良いものに乗って通行していても、通行しているものは歩行者のままで問題ないですからね。ちゃんと他の通行している歩行者を優先するルールが定められていますので、自分が歩行者でも何ら問題ないですし、むしろ特例とはいえ特定小型原付は原付バイクだろうなんていう人がいたら、原付バイクは車道を左側通行しないといけませんよとなりますので、何のための歩道を通行できる特例なんだよとなりますからね。そして道路交通法上、横断歩道は歩行者の横断のように供するための道路の部分ですから、歩行者かもしれないものが横断のようで、特例特定小型原付に乗って渡っても問題ないです。となるでしょうね。ただし、歩行者の妨害をしそうなときは、徐行ではなく、一時停止するように通達にもありますから、これも特例普通自転車の交通ルールと同じですね。ということで、歩行者でもない、横断のようでもない通過車両は、横断歩道の直前で一時停止して、目の前を横断していくものが歩行者かどうか確認してからじゃないと進めませんよ、という通達ですからね。私は自動車でも自転車でも、いつでも横断のようで横断歩道に接近することはありませんので、法令遵守で気分よく通行したいので言ってるだけですからね。今まで俺は障害者は別として人力とはいえ車輪付き車で通行させているものを死んでも歩行者とは認めないぜと言っていた人も先月の4月の改正道路交通法で動力付きの車で歩道を通行させているものが歩行者となっちゃいましたからね。遠隔操作型小型車や移動用小型車と見分けがつかない特例特定小型原付が横断歩道の入り口に接近してきたら、横断歩道の直前で一時停止して、歩行者かどうか確認してから進まないとダメですよ。昨日もニュースになっていましたが、止まらず進めと指示されたから事故になっちゃったと裁判で言い訳されても私は知りませんからね。ということで今回は以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。